皆さんこんにちは、うつベンチです。今回はベンチプレスが1年で40キロ伸びたフォーム上達法、フォームを改善する方法を話します。ということでお話ししていきたいと思います。今回は1年で40キロ伸びたシリーズの第2弾ということで、第1弾はベンチプレスが1年で40キロ伸びたセットの組み方という動画を出していて、結構ご好評いただいていますので、もしよろしければそちらもご覧ください。さて、ベンチプレスの重量を伸ばす上でフォームをどのように組むのか、どのように練習するとフォームが上達するのかっていうのは皆さん共通の課題だと思います。僕もずっと課題ですし、もちろん今でも日々改善しています。ただ、正しいフォームというのは本当に人それぞれで、ある人には正しいフォームでも、ある人にとっては正しくないフォームだったりします。例えば、ある人にはハの字グリップが正しいけれども、ある人には逆ハの字グリップが正しかったり、またある人は脇を締め気味にすると力が入るのに対して、ある人は開き気味の方が力が入ったりします。また居上重量が上がると今までのフォームが通用しなくなったりもします。僕自身もこの1年でマックス重量が120キロ、130キロ、140キロ、150キロと伸びるたびに今までのフォームの欠点っていうのが見えてきて、フォームを改善してきました。この先ももちろんそういう風にフォームを改善していくことになると思います。そして改善するほどにフォームは個別性が高くなっていきます。個別性というのはその人にしか当てはまらない特徴という意味ですね。なので YouTube である人が言っているフォームを試してみたけど全然合わなくてうまくいかないと。で、元に戻そうと思ったけど、そこから調子崩しちゃった。なんてこともあるかもしれません。これ僕の話なんですけどね。YouTube などで参考にできるフォーム解説っていうのは、基本的なもの、もしくは上級者が紹介している個別性の高いフォームであることが多いです。基本的なフォームを真似するのはいいとして、そこから自分のフォームを作っていく段階で上級者の個別性の高いフォームを自分に当てはめると失敗することが多いと思います。なぜならフォームというのは人それぞれだからです。そこで今回は僕が1年でベンチプレスの重量をプラス40キロする中で、基本的なフォームからどのようにフォームを改善していって今の自分のフォームを作ってきたのかというお話をしていきたいと思います。つまり人のフォームを単に真似するだけではなくて、自分でフォームを改善するための方法論というのをできるだけ分かりやすく言語化してお伝えしていきたいと思います。この動画ではフォームを改善する2つの方法、ベンチプレスの基本的なフォーム、僕のフォームへの応用、皆さんのフォームへの応用、フォームを修正した時の注意点、こんな感じでお話ししていきたいと思います。この基本から自分への応用っていう流れをつかんでいくと、フォームで悩んだ時により多くの引き出しから改善の方法を取り出すことができるようになって、フォーム修正の失敗が少なくなると思います。この動画が役に立ったよとか応援してあげてもいいよと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価をしていただけると嬉しいです。うつベンチ LINE 公式アカウントでは無料でメニュー作成、フォームチェック、お悩み相談をやっています。お気軽に友達追加とメッセージください。ではまずフォームを改善する方法を大きく2つに分けてご紹介します。1つ目は基本のフォームから自分に合うフォームを探していくっていう方法ですね。2つ目は強い選手の真似をする、いわゆる TTP、つまり強い選手のフォームを徹底的にパクるという方法です。この2つの方法がいいかなと思うんですけれども、今回は基本のフォームから少しずつ自分に合うフォームを探していく方法っていうのをお伝えします。僕はどちらかといえばこっちですね。 TTP でもいいんですが、真似する人と自分のタイプが違ったりすると結構大変なことになっちゃうんじゃないかなと思います。さて、ではフォーム作りの基本からお話しします。これからご紹介する基本のフォームっていうのはスターティングストレングスなどの、トレーニングの教科書と言われているものをベースに僕なりにご説明させていただきます。後から修正しやすいようにできるだけシンプルにお伝えします。ふわっとした表現が多くなっているんですけれども、そこの部分に個人差があるというふうにご理解いただければと思います。まず寝る位置ですね。寝る位置は腕がだいたい垂直になるぐらいの位置に寝転がります。寝転がる位置はベンチプレス動作をしてもバーがラックに当たらないっていう範囲の中でなるべく近くになるように調整します。これ何度も繰り返す必要があります。2つ目に肩甲骨のセッティングです。肩甲骨を寄せて下げます。下げて寄せても大丈夫です。ここは基本中の基本なのでしっかりやりましょう。次、3つ目にバーを握ります。
握り方は手のひらのだいたいここら辺の範囲で自分がしっくりくる場所に乗るようにしましょう。手幅はボトムで上腕が頭から見て垂直になるっていう、それぐらいの手幅が最初の目安です。何度か行って調整してみましょう。2と3、つまり肩甲骨のセッティングとバーを握るっていうこの順番は逆になる場合もあります。つまりバーを握ってから肩甲骨を決めるっていうケースもありますが、僕は肩甲骨をセッティングしてからバーを握るっていう方をおすすめしています。4つ目にブリッジを作るです。腰を浮かせてブリッジを作ります。この時反るのは腰ではなくて胸ですね。胸椎、胸郭です。肩甲骨の上側、僕の場合は肩甲骨を意識しています。ここをベンチ台に突き刺すようにします。この時に顎を引きながら胸を顎に近づけていきます。顎を胸に近づけるのではなくて、胸を顎に近づけてください。お尻をつく。ブリッジを作ったらお尻をゆっくり下ろします。ブリッジが崩れないように注意しましょう。で、6つ目に足の位置を決める。足はブリッジが維持できるように力が入る場所、角度で踏ん張ります。足をつく位置で骨盤の向きっていうのがある程度決まると思います。で、ここまでの6つの段階っていうのがフォーム組ですね。ここからがベンチプレス動作になります。7つ目がラックアップ。ラックアップでは、プルオーバーみたいにならないように、要は下に寝すぎっていうことですね。そういうことがないように。逆にバーを外した時にお腹すぎに流れない位置。この場合は上に寝すぎっていうことになるんですけれども、外した時にちょうどベンチ台に対して垂直になるような位置。そういった位置に寝れているかっていうのを確認してください。肘を少しだけ伸ばすとポンと取れる場所がいいです。パワーラックでハンマーのように爪が長い場合は少し下気味に寝るのも仕方ないのかもしれません。ラックアップの受け、これは止まるところですね。ここは腕が地面と垂直になる位置に持ってきます。受けでは肘がしっかりと伸びているっていうことを確認しましょう。この時手首は自然に寝るようになります。8つ目が下ろしですね。先ほどの受けの状態から前腕を垂直、地面から見て垂直に保ったまま自然に下ろします。この時体のラインですね、ブリッジして斜めになっている体のラインに対して垂直にバーが降りてくるイメージがあるといいかもしれません。人によってバーが少し足側、お腹の方ですね、お腹の方に降りる人と頭側、胸の方に降りる人がいると思いますが、ここは個人差なのでとりあえず気にしなくて大丈夫です。肘の開き具合のイメージとしては、耳たぶから肩甲の延長上に肘が来る、そういったイメージが一番分かりやすいんじゃないかなというふうに思います。これ肘を開きすぎると肩の原因、それこそ肩甲の怪我の原因になるので気をつけましょう。最後に9つ目の挙上です。ボトムの位置から前腕の角度を保ったままラックアップで受けた場所と同じところに戻します。つまり腕がベンチ台に対して垂直になっているところということですね。この時のバーの軌道っていうのは下ろす時と一緒。体の面に対して垂直に上げていきます。よくあるエラー動作として地面に対して垂直に上げてしまうっていう動作がありますので、ここは気をつけます。はい、ここまでの工程を基本のフォームとしましょう。ここをベースとして今の僕のフォームをご紹介していきます。どのように基本から自分に合うフォームに改善してきたかというところですね。TTP するのは全然 OK なんですけど、人によっては合わない場合があるので、そこはご注意ください。まず寝る位置ですね。寝る位置は腕が地面から見て垂直になるように寝ています。これは基本通りです。次に2つ目、肩甲骨のセッティングですね。ここは寄せて下げています。目いっぱい寄せて下げてますね。これも基本通りです。加えて、シャドーベンチ、バーを持たずにベンチの格好をして、ここのボトム位置で、ボトムの肩甲骨の形を作るということですね。ボトム位置の真下に肩甲骨が来るようにイメージしてセッティングしています。次に3つ目、バーを握るですね。ここは逆ハの字に握っています。親指のここら辺をバーに当てて、ここを起点にして少し肩関節の外旋、前腕の海外をかけているという感じです。最終的にバーが乗っているのはこの辺ですね。手幅は81センチラインに中指から薬指ぐらいです。その時の感じによって変える時もあります。これ以上手幅を広げると、僕の場合グリップの外側、小指側が浮いてしまって、親指側に重量が集中してしまうので、これぐらいで握っているという感じです。また、肩甲骨からの力の伝わり方っていうのも僕にとってはこれぐらいがちょうどいいです。
次、4つ目にブリッジを作るですね。ここは基本通りです。加えて、ブリッジするときにグリップにちょっと力を入れて、肩甲骨の下方回線と同時に胸を立てるイメージでブリッジを作っています。5つ目のお尻をつく。ここは基本通りです。6つ目の足を決める。足の位置はつい最近までかなり引いていたんですけども、背中を痛める原因になっているんじゃないかなというふうに考えて、今は反対にかなり投げています。これで背中の痛みっていうのは軽減しています。足の左右への開きっていうのはかなり閉じてますね。ここまでがフォーム組です。次にラックアップですね。ラックアップは140キロを超えたあたりからお尻を浮かせた状態で外して、浮けながらお尻をつけに行くという感じでやっています。その他は基本通りです。8つ目、下ろし。僕は下ろす前に肩甲骨を後ろにグッと引いています。感覚的には重りで肩甲骨が下に押し込まれていくっていうイメージですね。そのまま肩甲骨を引いていって限界が来たら勝手に肘が曲がっていくという感じです。ここから前腕を垂直に保ったまま自然に下ろすようにしています。2段階フォームと言われれば、そうなのかもしれないんですけども、それを意識して行っているわけではなくてですね、肩甲骨に重さを乗せ続けようとした結果、このフォームになりました。はい、最後に挙上ですね。ここまでの動作がうまくいって、ボトムがうまくいっていれば、基本的にはそのまま、押すだけですね。意識する点としては、肩がすくまないようにっていうのと、前腕が倒れないようにしながらトップに戻すという感じです。こんな感じですね。ご注意いただきたいのは、このフォームは今の僕には合ってるんですけども、1年後の僕には合ってないかもしれませんし、皆さんに合っているかどうかっていうのは分かりません。今後変更する可能性も十分にあります。参考例として紹介しましたが、フォームは人それぞれなので、ここからはどのような思考で基本フォームから現在のフォームに至ったのか、その改善方法っていうのをお話しします。皆さんの現在のフォームに当てはめて考えてみてください。まず寝る位置ですね。僕はほぼ基本通りなんですけども、ブリッジを作るときにスライドする人っていうのはもう少し下の方に寝た方がいいかもしれません。こうズリズリいくので、垂直のところだとちょっと潜りすぎかなという感じもします。大事なのは寝る位置っていうよりは、ラックアップする時の取りやすさ、上から持ってくる感じにならないかとかですね。上げた後、またはレップ中にバーがラックにガンガン干渉しないかどうか、そういう位置になっているかっていうことが大事だと思います。寝る位置はフォーム組とかベンチプレス動作を繰り返して少しずつ修正していってください。次に肩甲骨のセッティングに関してです。で、肩甲骨を寄せて下げるんですけど、これは繰り返しになるんですが、基本中の基本なのでしっかりやりましょう。最近は肩甲骨は寄せないとか、肩甲骨を広く取るとか、肩甲骨は立てるという情報も耳にするんですが、これらが可能なのは高いブリッジを形成する高い柔軟性があってこそのものです。また一部の情報は内線と下方回線がごっちゃになっているようにも見受けられます。これらの情報が必ずしも間違っているっていうわけではなくて、むしろ上級者にとって必要な情報かもしれませんけれども、初心者、初級者、中級者の方が基本的な動作を習得する前にやるべきではないと思います。まずは基本ができるようになってからというのが僕の考えです。基本ができていないのにこういった応用技をやってしまうと、ベンチプレスの重量が伸びないどころか、怪我をしてずっと停滞するっていう原因にもなります。基本から多少離れた情報っていうのは新鮮ですし、新しいテクニックとして試したくなる気持ちはすごくよくわかるんですけれども、個人的にはまず基本中の基本である寄せて下げる、これでいいと思います。僕は寄せて下げるです。ただ寄せ具合というのは多少調整が必要かもしれません。ナローの場合は肩甲骨を寄せ切ってしまっても問題がないことが多いんですけども、ワイドで握る場合は肩甲骨を寄せ切ってしまうとグリップの外側、小指側が浮いてしまうっていうことがあります。こうなってしまうと親指側に重量が集中して怪我の原因になります。ですのでグリップした時に外側が浮いてしまうようなら少しだけ肩甲骨を緩めてあげる必要があります。ただし緩めすぎると今度は肩甲骨の角度が浅くなってしまってボトムで肘がスキャプラプレインを割り込んでしまう。スキャプラプレインというのは肩甲骨面ですね。これを割り込んでしまって怪我の原因になります。なので中級者ぐらいまでは肩甲骨を寄せ切ってもグリップの外側が浮かない程度の手幅を選択するっていうのがいいのかなというふうに思います。この肩甲骨の寄せ具合とか手幅、グリップっていうのは人によって大きく異なるところなので個別に修正が必要です。
口述のグリップ、手幅、下ろしとの相互関係もありますので、繰り返しフォームを組んで確認することが必要になります。次はバーを握る段階ですね。まず手幅からいきましょう。手幅は下ろした時に前腕が頭側から見て垂直になる手幅を基本として調節していきます。基本の手幅からワイドに行くに従って力が外に逃げやすくなるので難易度が上がります。また肩甲骨やグリップとの関係性も複雑になってきます。どんどん難しくなっていくイメージですね。その代わりに居上距離が短くなるのでより高重量を上げられる、可能性があるというところですね。なので、初めのうちは基本の手幅で握っておいて、必要があれば、この必要性に関しては非常に難しいところなんですけど、僕の場合はボトムが窮屈に感じたら少し手幅を広げるっていうのを検討するようにしています。はい、すいません。話を戻しますと、必要であれば、徐々に指1本分ずつとかですかね、これぐらいの幅を少しずつ広げていくっていうのがいいのかなというふうに思います。ただ、これもまた難しいところで、バーの81センチラインっていうのを基準にするんですけれども、これを基準として、ナローかワイドかっていうのは、その人の肩幅だったりとか、腕の長さ、鎖骨の長さとかによって変わってきます。ある人にとってのワイドっていうのは、ある人にとってのナローになるっていう可能性もあります。例えば身長2メートルあって、ウィングスパンも2メートル以上あるような人は、81センチに人差し指でやったとしても、多分見た目はナローになると思いますよね。ですので、自分にとっての基準はどこか、自分にとってのワイド、ナローはどこかっていうのを確認しておくのがいいと思います。次にグリップです。基本のグリップでは手のひらのこの範囲でしっくりくる場所に乗せてくださいというふうにお伝えしたんですけども、ここではもう少し詳しい調節方法をお伝えします。まずグリップの仕方っていうのを大きく3つに分けましょう。1つ目がニュートラルグリップです。特に決まりがあるわけじゃないんですけれども、バーに対して手のひらのこの辺を当てて自分から見た時にまっすぐになるグリップをニュートラルグリップとします。初めのうちは特に理由がなければニュートラルグリップで握ってみて、そこから必要であれば口述する2つのグリップに少しずつ派生していくっていうのがいいのかなと思います。はい、その派生系の1個目がハの字グリップです。最初にもちょっと話に挙げたんですけども、これは手のひらのここら辺ですね。ここら辺にバーを当てて、自分から見た時に手がハの字のように見えます。上腕は内旋気味。これは内巻きです。で、前腕は開内気味。これも内巻きですね。こういう風に体が動くんじゃないかなと思います。次に逆ハの字グリップです。こちらは手のひらのここら辺をバーに当てて、自分から見た時に逆ハの字に見えます。先ほどと逆で上腕は外旋気味、外巻きですね。で、前腕は開外気味。これも外巻きです。ぶっちゃけ言うとこれどっちも僕はハの字に見えちゃうんですけれども、ここでは前述のように定義します。これらのグリップをどのように選ぶかということなんですが、一番自然にベンチプレス動作ができるグリップを選ぶといいと思います。ベンチプレスでは人それぞれに一番自然な動作ができるフォームっていうのがあります。上側、つまり胸の方にバーが降りてくるのが自然な人もいれば、下側、つまりお腹の方にバーが降りてくるのが自然な人もいます。これが人それぞれになるのは骨格とか柔軟性が違うからですね。鎖骨の長さだったり、上腕骨の長さだったり、肩甲骨の形だったり、肋骨、胸郭の形だったり、胸郭の開き方だったり、それぞれの可動域だったり、腱や軟部組織とか、そういったもののいろいろな要因によって取れる動作っていうのが変わってきます。この骨格的な要素を無視して人のフォームを真似していると、自分の骨格に合わずに怪我することになります。ここで大事になってくるのが、どのグリップが自分にとって自然なのかっていうことですね。自然というのはトップポジションからボトムポジション、またトップポジションへバーを動かす中で歪みとかねじれがなく素直に動かせるということです。自然に動かせないグリップとはどういうグリップかっていうと、例えば力が入りやすいからという理由でグリップをハの字に切ったんだけど、肘を開くと肩が痛いので少し脇を絞っているとか、この場合だと多分この人はこんなにハの字を切れないはずなんですよね。本来はハの字を切ると基本的に肘は開く方向に動くんですけど、この人はそれが柔軟性の問題か骨格の問題でできないので、この人は本来そんなにハの字が切れないはずなんですよ。なんですけど、グリップ単体だけ取って力が入るからっていう理由で握ってしまうと、手首とか肘とか肩に
歪みとかねじれが生じてしまって怪我してしまったり、結果的に出力が下がってしまったりします。逆にバーが降りてくる位置が上側の人で、ハの字に握った方が相性がいいんじゃないかなっていう人が無理やり逆ハの字で握ったりすると、上に下ろそうとしているのに肘が絞られていってしまって、肘とか肩の後ろ側を痛める原因になります。ちょっとスカルクラッシャーみたいになっちゃうんですよね。そうするともちろん出力も上がりません。これは一例であって、全ての人がハの字グリップで下に下ろすのがダメっていうわけではないんですけれども、体を動かしやすい握り方っていうのが個人個人であるということですね。これまでは大まかに自然なグリップというふうにお伝えしましたが、ここからはもう少し具体的にお話しします。何度も言うようで申し訳ないんですけれども、全てがこれに当てはまるわけではないので、ご自身で少しずつ調整していってください。まず、下ろしの位置が体の面に対して垂直よりもやや上側の方が力が入るっていう方は、ハの字グリップが向いていると思います。上の方に降りるっていうことは基本的に肘は開き気味になって、つまり上腕は内旋して前腕は開内するということですね。なのでグリップもこれに合わせてあげた方がいいと思います。反対に下ろしの位置、降りてくる位置が体の面に対して垂直よりもやや下側に入る、お腹側に下ろした方が力が入るよっていう方は逆ハの字グリップの方が向いていると思います。これは先ほどと反対で、基本的には下に降りてくる場合っていうのは肘は閉じ気味になります。肘を開くと前腕がお腹側に傾いてしまうので多分下ろせないと思うんですよね。これも人によるんですけれども、下の方に降りてくる方っていうのはだいたい肘は閉じ気味になると思います。つまり上腕は外旋、外巻きですね。前腕は開外、これも外巻きですねになるので、グリップもそれに合わせてあげる方がいいということですね。もちろんグリップにはこの2種類ではなくて、ハの字グリップと逆ハの字グリップの間にニュートラルも含め無数の握り方があるので、少しずつ模索していくということになると思います。僕の感覚だとミリ単位で動かしても違ってくると思います。もっと動いてるのかな。自分ではミリ単位しか動かしてなくても結構変わる感覚があります。この話を聞いていただいてお分かりいただけると思うんですけども、正しいグリップはこれと万人に当てはめるっていうのはできないんですよね。そういった言い切り型の動画っていうのも見受けられるんですけれども、これはマーケティング上の権威づけ、言い切った方が自信がありそうだからとか、もしくは、自分のグリップを万人に当てはめようとしているかっていう、そういった可能性があるので、ちょっと注意が必要かなというふうには思います。次にブリッジを作る段階ですね。ブリッジの作り方っていうのは、人によって異なる点はそんなにないかなというふうに思います。ただ注意点として、ブリッジを作る最中にせっかく決めた肩甲骨の位置をずらさないようにしましょう。またブリッジを高くする方法っていうのをよくコメントとか LINE 公式アカウントでご質問いただくんですけども、これはフォームローラーで胸椎の伸展可動域を大きくする、これひたすらやるっていうことと、毎回のフォーム組みでブリッジを高く作る練習をするっていうことですね。ギリギリまでブリッジを組むっていうことです。これギリギリまで組んでると、下手したらレップよりきついと思うので、そこまで組めてないよって思う方は、次回からそういう風な取り組みをしてみるといいかもしれません。次にお尻をつくフェーズですね。ここは特に改善点っていうのはないかなという風に思います。そーっと下ろす、ブリッジが崩れないようにしましょうねっていうぐらいですね。6つ目の足の位置を決めるところでは、足の位置はいくつかの選択肢の組み合わせになります。まず足の前後ですね。体に対して引いてあげると骨盤が前傾してブリッジが少し高くなります。ただし足の力をダイレクトに体幹に伝えるっていうのは難しくなります。張力が出るんで、その分で補ってあげるっていうのはありかもしれません。一方で体に対して足を放ってあげると骨盤がニュートラルな位置になりやすく、足を引いていた時よりブリッジは低くなると思います。しかし足の力を体幹に伝えやすくなるので、バーの重さを足で受けやすくなりますね。次に足を左右に開く、幅ですね。これは体の使い方による部分も大きいと思いますけれども、個人的には左右に開くと安定性が増して、左右に開かずにベンチ台を内転筋で挟むと出力が上がるかなというふうに思ってます。
これは筋膜連鎖から来るもので、内転筋と大胸筋というのは筋膜でつながっているっていうことが関係しているのかなと思っています。最後につま先の向きですね。これも元々の体の使い方によるものと考えているんですけれども、つま先を広げるかまっすぐにするか、どちらが力が伝わりやすいのかっていうのを試していくのがいいんじゃないかなと思います。ちなみに僕はまっすぐにしているつもりでも動画で見ると外に広がっています。天性のガニ股ですね。この前後左右つま先の向きっていうのを組み合わせて一番力が入りやすそうなポジションっていうのを探していくと。でちょっと合わなかったら少しずつ調整していくという感じですね。そうすることで今の自分にとってベストな足の位置が見つかると思います。ここからベンチプレス動作です。ラックアップですね。ラックアップの受けでしっかりと肘が伸びきっているっていう、ここが一番重要かなと思います。肘が曲がると肩甲骨で重りを受けられないので、その後の下ろし動作でも肩甲骨に重さが乗せられなくなります。いわゆる腕ベンチになってしまいます。肘が伸びきらない場合っていうのは、手幅の調整が一番必要かなと思います。手幅が広すぎるとバーが手のひらの外側から浮いてしまって、それを補うために肘が曲がります。こうなってしまう場合は手幅を少し狭くした方がいいですね。肩甲骨の寄せ具合で調整する方法もあるんですけれども、ここは上級者レベルだと思うので、まずは手幅で調整する方がいいと思います。肘がしっかりと伸びるようになったら肩甲骨にしっかり重量が乗っていることを確認してください。次8つ目の下ろしですね。下ろしに関しては基本通りに前腕を垂直にして自然に下ろしていくっていうのが一番いいと思います。この自然にっていうのは関節に無理なねじれがかかっておらずスムーズに動いているかどうかというところを確認してください。自然に下ろすための条件っていうのは前腕を垂直にする、グリップの向き、肘の向きを揃える、肩甲骨に重量を乗せるです。肩甲骨に重さを乗せるコツとしては、肘を曲げて下ろそうとせずに肩甲骨を後ろに引いてきて、それ以上引けないので仕方がないから肘が曲がるというイメージです。肩甲骨に重さが乗っていると肘をサポートされているような感覚が僕はあります。肩甲骨で重量を感じれないときは前腕が垂直でないか肘が降りてくる位置が不自然になっている。これはグリップと肘の向きが揃っていないケースですね。これらが原因として考えられます。前腕が垂直になっていないと肘に対してまっすぐ重さがかからないので肩甲骨で重さを受けることができません。またグリップの向きと肘の向きが揃っていないと肩か肘かグリップがスムーズに動かず結果的に腕でコントロールすることになってしまって力の入る位置に自然と下ろすことができなくなります。そもそもどこが力の入るボトム位置かわからないという場合は以下の2つの方法を試してみてください。1個目はシャドーベンチですね。シャドーベンチはバーとかを持たずに立った状態で行います。ベンチプレスをやるときと同じように胸を張って地面と水平に腕を構えます。この時にベンチプレスをやるときと同じようにグリップを構えてください。向きとかですね。シャドウでグリップを構えられない場合、例えば僕だったらハの字グリップにすると構えられないです。こういった場合はご自身の骨格に対してグリップが合っていない可能性があります。特にハの字グリップの方は注意が必要で、肩関節の内転域、これは内側にねじれる限界ですね。と前腕の界内域、これも内側にねじれる限界ですね。これは非常に個人差が大きいです。ちなみに僕は内転域、界内域ともにすごく小さいので、シャドーベンチでハの字グリップを構えるとすごい力を入れていないと維持できません。なので自然に構えると逆ハの字になります。合わないハの字グリップでボトムまで下ろすとものすごく窮屈になって力も入らないですね。可動域も小さいので。はい。で、その状態から手幅が変わらないように、つまりバーを持っていることを想定した状態で、そこに注意しながら一番引きやすく可動域が取れるところに引いていきます。そこが力の入るボトム候補ですね。はい。で、候補といったのは、まだここで力が入るかって重さが乗ってないからわからないんですけれども、次に斜め腕立てをやっていただきたいなと思います。これはベンチ台のバーや低鉄棒を使ってやっていただくのがおすすめです。まず、ベンチプレスをするときと同じように手幅とグリップを調整します。この時、腕の角度が普段のベンチプレスと同じようになるように調整しましょう。そして、そのまま下ろしていきます。で、ちょっと合わないなと思った時は足の位置を調整してより実際のベンチプレスに近い形っていうのを探して
どのボトム位置が一番力が入るかっていうのを探ります。この時、グリップや肘の開き具合がどうなっているかっていうのも一緒に確認してみましょう。で、このやり方なんですけども、バーとか鉄棒ないよっていう方は、机とかでもできるので、特にベンチ台の使用制限がある方にもおすすめの方法です。ベンチ台の使用制限がある場合は、ベンチプレスに多くの時間をかけられないので、ベンチプレスの習熟度を上げることが難しいかもしれないんですけれども、先ほどご紹介したような疑似的なベンチプレス動作でそれを補っていくっていうのは、いいんじゃないかなというふうに思います。ここまで聞いていただいてお分かりいただけると思うんですけども、下ろしで大事なことの多くっていうのは、フォーム組みの段階でもうすでに決まってるんですよね。ですので、下ろしがうまくいかないときは、フォーム組みから見直してみましょう。最後、9つ目の挙上ですね。ここは基本動作を徹底するのが一番いいと思います。可能なら、真横からベンチプレス動作を撮影して、前腕の垂直がキープできているか、軌道が足側に流れていないかっていうのを確認しましょう。挙上中に肘が過剰に開いてしまうっていう場合は、ボトム位置を考え直した方がいいと思います。練り上げるような挙上になってしまうっていうのは、ボトム位置がずれていて力が入らないので、挙上時に肘の位置を力の入る場所に調整しているっていうケースが多いんじゃないかなというふうに思います。他のフェーズでもそうなんですけれども、うまくいかないフェーズの一つ前ですね、のフェーズを見直すといいかもしれません。つまり、挙上がうまくいかないっていう場合は、下ろしがうまくいってないんじゃないかなっていうのを疑う。下ろしがうまくいかないっていう時は、肩甲骨の決めとかグリップとかのフォーム組みを見直した方がいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、フォームが上手くなるための、考え方じゃないですけど、こういうことを考えながらやってますよっていうことをお話ししてきました。フォームを改善していくポイントみたいなのって明確になりましたか？わからないところがありましたらコメントで教えてください。最後にフォームを修正した時の注意点に関してお話しします。フォームを修正する際は必ず軽い重量から始めてください。思いついたことをいきなり重い重量で試すと思わぬ怪我を引き起こします。まずはバーから始めて徐々に重量を足していきましょう。低重量だけで確認していきなり高重量を持つっていうのもやめましょう。軽い重量、例えばセット重量ではうまくはまっているっていうフォームでもマックス近くだとものすごいやりづらかったり詰まっちゃうところがあるっていう場合が結構あります。まずは軽い重量から試して、最終的に徐々に上げていってマックス付近でも通用するかっていうのを試しましょう。次に1箇所を変えたらその他も連動してくるっていうことを頭に入れておいてほしいなと思います。例えばグリップを修正すると肘の開き方、肘の向きですね、これが変わって結果的にボトム位置も変わってきます。これをグリップだけ修正して肘の向きは変えずにボトムの位置も固定してしまうと自然な動きにならなくなってしまうので、うまく力が伝わらない可能性があります。一つが変わると全体の動きが変わるっていうのは頭に入れておいていただきたいなというふうに思います。一つのフォームに固執しないということです。冒頭にもお話ししましたが、これが正しいフォームですっていうのは基本的にありません。こういう風にしたらいいんじゃないかなっていう風に考えて改善し続けるっていうのが大事です。フォームは柔軟性とか筋力とか挙上重量帯によっても変わってきますので、このフォームは正しいはずだっていう思い込みが停滞の原因になることも少なくありません。常に改善していく意識が必要です。ただフォームをいじっていると、訳が分からなくなって迷走してしまうっていうこともあると思います。もう何が悪いのかも分からない、何が良かったのかも分からないみたいな状態ですね。でそういう時は今回の序盤でお話しした基本のフォームに一回立ち戻っていただいて一から作り直すっていう方が遠回りのようで一番の近道です。で基本のフォームに関して基本のフォームじゃ高重量は上がらないと思う方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、難しいことが基本よりも大事とは限りません。基本を徹底的に練り上げていくっていうことこそベンチプレスの奥義なんじゃないかなというふうにも思います。はい。で最後になりますが、ベンチプレスのフォームが上手くなるために一番必要なのはベンチプレスを楽しんでやることです。フォーム上達の先に重量アップっていう目標があるのはすごくいいことなんですけれども、フォーム改善そのものを楽しんでやれると上達するスピードが速くなります。こうやったらどうなるんだろうとか、こっちの方がいいかも試してみようとかっていう風にこの過程を楽しんでワクワクしながらやるといいんじゃないかなと思います。結果を焦らず過程を楽しむことが大事ですね。
ということで今回は以上です。この動画が役に立ったよとか応援してあげてもいいよと思っていただける方はチャンネル登録と高評価をしていただけると嬉しいです。うつベンチ LINE 公式アカウントでは無料でベンチプレスのフォームチェックやメニュー作成、お悩み相談をやっています。概要欄からお気軽に友達追加メッセージください。チャンネルや LINE 公式アカウントでの活動をご支援いただける方はグッドボタンの一番右側にあるサンクスボタンからスーパーサンクスでのご支援いただけますと大変嬉しいです。これからもベンチプレス頑張りましょう。それではまた次回。バイバイ。